昨日は久しぶりに一日雨だった東京。今日はからりと晴れたいいお天気。花粉は気になるところだけどシーツを洗っちゃおう。最近お友達のお部屋にお邪魔する機会があって、暮らしを覗くってやっぱり楽しいなぁと思いました。暮らしの工夫やアイデア、その人の価値観が見えてきたり、こんなアイテムがあるんだと発見があって面白い。何よりとってもすっきりとした綺麗で居心地のいいお部屋だったので、私も自分のお部屋をもっと整えていきたいなぁと思いました。画面には映っていない、行き届いていないところも実はたくさんあるのです。おはようございます。今日はですね、3連休の真ん中で、いつもはちょっと外がね、賑わう時は、私家でね、引きこもることが多いんですけど、昨日ね、久しぶりに雨が降っていて、今日ね、すごいいいお天気なので、ちょこっとね、出かけようかなって思っています。せっかくね、お天気もいいし、あったかいみたいなので。で、今ですね、無印良品で、良品週間やってるんですよね。皆さんは行かれましたか？なんか私、今回は特に買うものないかなって、買うならお菓子くらいかなって思っていたんですけど、一個ちょっとね、思い出したものがあって、これがもうバッサバサなんですよ。もう、顔とか拭いてもふわふわ感がゼロで、なんかね、硬くなっちゃってるので、新生活っていうのもあってね、タオル買い替えたくなりますよね。じゃあちょっとこれから準備をして、外に出かけようと思います。今日は春のコートでもいけそうかなと思いながら、寒くなったらやだなとビビって冬のコートを着てお出かけです。今日は久しぶりに二子玉川にやってきました。この3連休で野外イベントもやっているみたいなので覗いてみます。たくさんのお花たち、好きなお花を選んでここに飾れるみたい。私も1本選んでお花を添えてみます。奥の方でもたくさんのお店が出ているみたいなので行ってみよう。お洋服屋さんやお花屋さん、おやつのお店、美味しそうなご飯のお店がいっぱい。気になるものがたくさんあります。ちょうどお昼過ぎ、美味しそうなサンドイッチのお店を見つけたので買ってみよう。会場は人がいっぱいだから少し離れて静かなところで食べることにします。
ベーコンとチーズが挟まってて美味しそう。今日は春のコートを着てくればよかったな。いろいろと欲しくなっちゃうから見なくていいかと思いながら蔦屋家電に吸い込まれていました。絶対置けないけど深緑のソファーかわいい。一輪挿しのフラワーベースも欲しいんだよな。オードリーの若林さんの小説も気になる。来た時から狙っていたクレープ屋さんに並びます。食欲には逆らえない。手元を取らせてもらっていたら緊張してしまったようです。シンプルなのが一番美味しいのかも。イベント会場を後にして無印良品を覗きに来ました。気になっていたガラス容器を発見。お気に入りの色のタオルと小物やお菓子をゲットして帰ります。結局いろいろ見ちゃってすっかり遅くなってしまいました。暮らしのアイテムってついつい妄想しながら眺めちゃう。もうそろそろおしまいのチューリップ。もっとたくさん飾れたらいいけど、ささやかに一本だけ。前からガラスの保存容器が欲しいなぁと思っていたけど、もう少し悩もうかなぁと今回は一旦見送ることにしました。今日でバサバサタオルともお別れである。昨日買った無印の水回りの汚れ用のシートで早速掃除をしてみよう。結構豪快にお皿を洗ったりするので、いろんなところに水が跳ねて汚れもつきがち。キッチンがピカピカになるのはやっぱり気持ちがいい。曇っていたところがきれいになりました。気になっていた鏡の鱗汚れは落ちなかった。
それから昨日買ったフリーザーバッグ。今まで使ってきたものは空気が入るようになってしまったので買ってみました。オレンジ色がかわいい。最近絆創膏を持ち歩くようになったので、無印で小物ケースも買ってみました。常備薬も気がつくとアルミが剥がれているので一緒に入れて、巾着が汚い。ついでに洗っておこう。こういう小さな整えが楽しい。この色もいつかはなくなっちゃうのかな。ふわふわ、新しいタオルの匂い。おやつのバームもしっかり買いました。今日は久しぶりにガパオご飯を作ります。本日2回目目玉焼きを作ったら、パプリカとピーマンを切って、ごま油をひいたフライパンで鶏ひき肉を炒めます。冷凍してあった玉ねぎも一緒に炒めたら、オイスターソース、ナンプラー、ニンニクチューブを入れて混ぜたら完成。定期的に食べたくなるタイ料理。中でも簡単に作れるガパオご飯が大好き。残った鶏ひき肉とパプリカは早速フリーザーバッグに入れて、お味噌汁用の小松菜も、町ありだからたくさん入るけど、私が冷凍保存するものは少量だから町ありじゃなくてもよかったのかも。工夫して使ってみます。おやつに買ったリンゴジャムクッキーは全部食べちゃわないように3つだけ。最後までご覧いただきありがとうございました。春のせいにして
新しいものを買ったり買わなかったり、自分にとってちょうどいい暮らしを見つけていきましょう。